どうも皆さんこんにちは、ハラカンタです。イスラム国という言葉を覚えているでしょうか。2010年代半ば、シリアとイラクにまたがる広大な地域を支配し、世界中を震撼させた過激派組織です。日本人ジャーナリストがイスラム国によって殺害された事件もあり、日本でも連日のように報じられていました。しかしここ数年、日本のニュースでイスラム国という名前を聞く機会はかなり減ったと思います。2017年にはイスラム国がイラク側の首都として位置づけていたモスルが解放され、2019年にはシリア東部で最後の支配地域を失いました。そのため多くの人の中ではイスラム国はすでに壊滅した、もう過去の存在になったという認識があるかもしれません。しかしイスラム国が壊滅したと報じられた後、その支配を受けた町や人々がどうなったのか、そして壊滅したはずのイスラム国が今どこでどのように勢力を広げているかまで知っている方は少ないのではないでしょうか。私は2025年イラク北部のモスルを取材しました。モスルはかつてイスラム国がイラク側の首都と位置づけていた町です。実際に現地を歩くと、そこには確かに復興の力強さがありました。市場には人が戻り、若者たちが働き、子供たちが外で遊び、街は少しずつ日常を取り戻していました。その一方で破壊された旧市街、銃弾の跡、イスラム国に家族を巻き込まれた女性たちの苦悩、ニュースが去った後も現地には深い傷が残っていました。そして今さらに重要なことが起きています。イスラム国はイラクやシリアでかつてのように巨大な領土を支配しているわけではありません。しかしその過激な思想やネットワークは消えたわけではなく、形を変えながら別の地域で勢力を広げています。その地域とはアフリカです。今日の動画では私がイラク・モスルで見たイスラム国の爪痕を紹介しながら、イスラム国は本当に壊滅したのか、今アフリカで何が起きているのかを分かりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。まずは前提としてイスラム国とは何だったのか、その歴史を簡単に振り返ります。イスラム国、英語では ISIS あるいは ISIL とも呼ばれます。もともとはイラク戦争後の混乱の中で力を伸ばした過激派組織であり、イラクのアルカイダ系組織などをルーツに持っています。2003年のイラク戦争でサダム・フセイン政権が倒れた後、イラクでは国家の統治機能が大きく揺らぎました。治安機関や軍の解体、宗派対立、アメリカ軍による占領への怒り、政治から排除された人々の不満、そうした複雑な要因が積み重なる中で過激派組織が入り込む余地が広がっていきました。その空気を象徴する出来事の一つが2003年にバグダッドでサダム・フセイン像が倒された場面です。当時この映像はイラクの人々が独裁から解放されアメリカ軍を歓迎した瞬間のように世界中で報じられました。しかし実際に当時のバグダッドにいた高藤直子さんによると、現地の人々の反応はそんなに単純なものではなかったそうです。今私たちがいるこの場所はどういった場所ですか？フィルドス広場と言います。私が2003年の5月1日に大規模戦闘終結宣言がブッシュ大統領に出された日に、私ここに着いたんですね。ここは本当に毎日もうこの周辺を歩いていろいろ仕事してました。サダム・フセイン像があったのがちょうどあそこになんかこう台みたいのが見えますけど、もともとはもっとでかいのがあったんです。でその上にサダム像があり、米軍がここに侵攻してきてサダム像を引き倒して、でその後すぐにアーティスト集団が平和の像っていうのをデザインして作った場所はここなんですね。ただもう公園自体がもう完全に当時の面影はほとんどないというか、すごい綺麗ですね。今はめちゃめちゃ、綺麗になってます。で、こちらのラマダンモスクですね。もうそれを毎日こう横目に見ながら、これを目印にしながら行ってました。サダム・フセインの銅像が倒された時に、すごい世界中で報道されたのが、フセインの銅像の周りでなんかこうやったーって喜んでる人のやつとか、あと有名なのは子供がスリッパかなんか持ってフセイン叩いてるっていう、でも実際はあれカメラ引いてみたらそんなに喜んでる人たちはいなかったみたいな話があると思うんですけど、あれは事実なんですか？それはね本当そうで、例えば日本で言ったらジャーナリストの綿井武春さんの「リトルバーズ」っていうドキュメンタリーに詳しいですけど、綿井さんのカメラをぐーっと引くと、その喜んで「おーおー」って言ってる人たちの周りのところで天を仰ぎながらこう祈りを捧げたり、暗い顔をしていたり、遠くからこう冷静に窓から見てたりとか、やっぱり反応は喜んでるだけではなかったっていうのが実際のところですよね。で私自身も来てすぐにいろいろな人たちに話聞き取りしましたけど、さまざ、まな反応、サダム像が引き倒されてしばらくその上に何もない状態になった時に、この辺その鉄条網とコンクリートブロックだらけだったんですよ。
全部ここ囲まれていて、例えばこちらにあるのがシェラトンホテル、こちらがパレスチナホテルなんですけど、これも全部もう4メートルのコンクリートブロックで囲まれてたんですよ。銅像のあった台とか、それからこの辺のコンクリートブロックのところに英語で US アウトとか出ていけみたいなこととかがあっちこっちに書かれているっていうような状況がありましたね。このようにイラク戦争後の社会は独裁から解放された、アメリカ軍が歓迎されたという単純な物語だけでは説明できません。その後、シリア内戦の混乱も利用しながらイスラム国は急速に勢力を拡大します。2014年にはイラク第2の都市モスルを制圧し、当時の指導者アブー・バクル・アル・バグダディがモスルのヌーリーモスクでカリフ制国家の樹立を宣言しました。この時、イスラム国は単なるテロ組織ではなく、税金を取り住民を支配し、学校や裁判、警察のような機能まで持つ国家のような統治機能を備えた存在になっていきました。もちろん正当な国家ではありません。恐怖と暴力によって人々を支配する極めて残虐な支配体制でした。2025年のイラク取材で、私はイスラム国の象徴ともいえるヌーリーモスクを訪れました。バグダディが建国宣言を行ったまさにその場所です。これからですね、イスラム国の元リーダーであるバグダディがイスラム国の建国宣言をしたというモスクがあるとのことなので、その場に行ってみようと思います。もしかしたらね、皆さんもイスラム国が一番最初に、ニュースになった時ぐらいかな、バグダディがそのモスクで建国宣言をしているところがね、多分映像でニュースで流れて、多分皆さんもね見たことあるんじゃないかなというふうに思いますが、まさにそのモスクに行ってみようと思います。アスサラムアライクム。特にね、女性がモスクに入るときはしっかりと肌を隠す必要があるので、ここはね、高藤さんも通訳のランディさんもアバヤですね、はい、まとって向かっています。この動画を撮影しているのが5月23日なんですけれども、このヌーリモスク、現在はユネスコが主導して修復中みたいで、正式にオープンになるのは6月6日みたいなんですね。なので正式にオープンになる前に特別に中を見させていただけるということで、本当に貴重な機会をいただいたので、ヌーリモスク内部の方も見ていこうと思います。今ガイドの方がですね、このモスク、ミナレットですね、このタワーがこの IS の時にはこんな風に壊れていたみたいです。でこれが今修復されて、今こういう風にね、綺麗に、元の形に近く戻ったみたいです。ちなみに高さは55メートルあるそうです。ではモスクの中に入らせてもらいます。いや本当に修復中なんで貴重ですね。ここは確かに、I watched there on news that Baghdadi declared ここですね。ここでイスラム国の元リーダーバグダディがイスラム国の建国宣言をした、まさにそのモスクの中に入ってきました。皆さんもね、ニュースできっと見たことある場所なんじゃないでしょうか。そしてモスルの町にはイスラム国の支配とその後の奪還作戦の爪痕が今も残っていました。復興は進んでいる一方で、旧市街を歩くと空爆や戦闘で破壊された建物がそのまま残っている場所にも出会えます。モスルの旧市街を歩いた時の映像をご覧ください。いやー、この光景はこれでなんかもう圧倒されるというか、いやーすごいですね。これがその復興が追いついていないのか、それともあえてね、その戦争の歴史を残すために意識的に残しているのか、ちょっとね私には分からないんですけれども、でもね、これはこれでやっぱりイスラム国の歴史、それから戦争の歴史を伝えるっていう意味では、ある意味ね、貴重なものが残されているなっていう風に感じますね。いやーすごいですね。言葉がありません。今ね、ここ破壊された建物の中に入ってきたんですけれども、この壁に英語でセーフって書いてありますね。おそらくこっち側にはアラビア語で同じ意味のね、セーフが書かれているんだと思うんですけれども、ここ今私たちがいるエリアはですね、町の中心部ということで、そのモスル奪還作戦、イスラム国から奪還するという作戦が終わった後に、おそらくこの辺りっていうのはできる限り早い段階で不発弾や地雷の撤去が行われたんだというふうに思われます。ここにもセーフというふうに書いてありますね。ただですね、ちょっと歩いてくると看板があります。
でここには Do not enter、立ち入り禁止、それから Danger Unstable Structure ということで、壊れやすいので危険ですというような、警告が書いてありますね。ここはですね、破壊された建物で脆い、作りになっているとは思うんですけれども、壁にもね銃弾の跡が残っていたりとかして、ただねここ暮らしがあるんですよね。パン屋さんみたいで、ここでパンを作っているみたいです。でここでも生活をしているみたいなんですよね。はい、ここにも電気が来ているので、非常に壊れやすい建物だと思うんですけれども、わからないですけれども、おそらく家とかを新しくすることができない方はこういう破壊された建物の中に住んで仕事をしている、そういう方もいるみたいです。モスル滞在中、私はイスラム国がモスルを支配していた時期から解放されるまでずっと市内で生活していたという男性に出会いました。イスラム国の支配下で人々はどのような生活を強いられていたのか、彼の証言をお聞きください。How did you spend your time during ISIS regime? والله عشنا بقى مثل ما كل العالم عايشين بس عشني مقيدين. يعني لحية. So basically we were like tied, like it was so strict. The rules was so strict, like we cannot smoke cigarettes or the beer, we cannot like cut, or like it's supposed to be like tall, and the hair as well, it's supposed to be tall or like without hair, one of them. And also when he mentioned about the jeans, no jeans, and it's like supposed to be somehow short a little bit. Yeah, whenever we get out of home, like it was so scary that there was a big scare like inside of us, that anytime that building or that road, it's gonna be like air striking and bombed or whatever. How is your life after Mosul became free from Daesh? والله ورا التحرير أكثر شيء فرحنا بينه من جانا ماي الأبي. الأبي كل المشاريع قصفت. So of course we were like glad to see the first of all services like water, like we can drink a fresh water or like a clean at least water, and like those kind of services. And when we get out of home, we can see like when we move to another area or another space, at least we see vegetables, fruits, like those kind of like the normal lifestyle of normal humans. So yeah, we get out from the dark till that the lights. イスラム国が街から追い出されたとしても、それで全てが終わるわけではありません。そのことを強く感じたのが、元 IS ファミリーと呼ばれる人々への取材でした。元 IS ファミリーとは、本人がイスラム国の戦闘員だったという意味ではありません。夫や兄弟、親族など家族の誰かがイスラム国に関わったことで、自分自身の意思とは関係なくイスラム国とつながりがあるとみなされてしまう女性や子供たちのことです。彼女たちの中には戦闘の中で避難を強いられ、シリア北東部のアルホールキャンプなどに送られた後、ようやくイラクへと戻ってきた人たちもいます。もちろんイスラム国が行った虐殺や性暴力、恐怖支配は絶対に正当化できません。ただ、その家族、とりわけ女性や子供たちを社会から排除し続ければ、彼女たちや子供たちはどこで生きていけばいいのでしょうか。実際に現地では身分証がない、仕事に就けない、子供が学校に通えない、地域社会から疑いの目を向けられるなど、生活のあらゆる場面で困難を抱えている人たちがいました。現地で撮影した元 IS ファミリーの証言をご覧ください。How is your life after you came back to Mosul from Al-Hol refugee camp? So it's very difficult because their own home is already destroyed by the war. So they are now must rent another house in another area from their own area to live in. So this is a difficult, especially that their financial state is very bad. Okay, so first of all is the lack of the documentary, the legal documents, they have, and also the lack of the job opportunities. Also their children not going to the schools now because of, so they have a legal problem now. Lose their father or the husband and mother, so they don't have the man who is working to get the money. So her husband is dead and she has 7 children. She is the breadwinner for them, and she has one of them are mentally ill. So she said 2 of my children are sick and they have to go in continuously to the doctor. So I don't have the money to bring for them the treatment.
こで重要なのは、イスラム国の問題は軍事的に拠点を奪えば終わるものではないということです。確かにイスラム国はイラクやシリアで広大な領土を支配する国家のような形では壊滅しました。モスルも解放され、イラク国内の治安も以前と比べれば大きく改善しています。しかし戦闘員やその家族、そしてその思想に影響を受けた人々が世界から完全に消えたわけではありません。戦争の後に残された人々をどう受け止めるのか、子供たちをどう孤立させないのか、壊れた社会をどう立て直すのか、こうした問題に向き合わなければ過激派が再び力を持つ余地が残り続けます。そして今イスラム国の影響力は中東だけでなく別の地域でも広がり始めています。それがアフリカです。この話に入る前にお知らせをさせてください。私、原カンタは世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身が国際協力の活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。一冊700円です。全国各地で講演会も行っています。国際協力や社会貢献、戦争や平和をテーマに原カンタの講演会の開催にご関心のある企業や教育機関の皆様、少しでも興味がございましたら概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。イスラム国というと多くの人はイラクやシリアを思い浮かべると思います。確かにイスラム国が世界的に注目された中心は中東でした。しかし近年イスラム国系の組織が特に存在感を強めている地域がアフリカです。具体的には西アフリカのサヘル地域、チャド湖周辺、コンゴ民主共和国東部、ソマリア、モザンビーク北部などアフリカの複数の地域でイスラム国系の組織が活動しています。例えば私が2023年に取材したコンゴ民主共和国東部でも ADF 民主同盟軍と呼ばれる武装勢力が活動しています。 ADF はもともとウガンダにルーツを持つ武装勢力ですが、近年はイスラム国とのつながりが指摘され、イスラム国系の組織としても報じられています。コンゴ東部では M23 をはじめ様々な武装勢力が入り乱れているため、全てをイスラム国の一言で説明することはできません。しかし私が実際に取材してきたコンゴ東部のような地域にもイスラム国系の組織の影響が及んでいることは今見逃せない現実です。これらの地域ではもともと国家の統治が弱く、貧困、失業、民族対立、資源をめぐる争い、政府への不信、治安機関による人権侵害など様々な問題が重なっています。イスラム国系の組織はそうした統治の空白に入り込んでいきます。政府が十分に機能せず、若者に仕事がなく、地域の人々が中央政府から見捨てられていると感じている。そうした場所で武装勢力は恐怖によって人々を支配する一方で、時には自分たちこそが秩序を与える存在だと見せかけます。これはイスラム国がイラクやシリアで勢力を伸ばした時の構図と重なります。もちろんアフリカの各地域にはそれぞれ異なる歴史や事情があります。何でもかんでもイスラム国という一つの言葉で片付けることはできません。しかしここで重要なのは、イスラム国が中東で領土を失った後もそのブランドや思想、資金調達、宣伝、戦闘のノウハウが地域ごとの不安定さと結びつきながら世界各地に広がっているという点です。イスラム国がかつてのようにイラクやシリアで巨大な領土国家をもう一度作っているわけではありませんが、今起きているのは各地の紛争や不満、国家の弱さにイスラム国系の組織が入り込んでいく形です。地域ごとに姿を変えながら暴力を広げていく、いわば分散型の復活です。この点を見誤ると、イスラム国はもう壊滅したから大丈夫だと油断してしまいます。しかし現実には中東で弱体化したはずのイスラム国がアフリカの複数の地域で影響力を強め、人々の生活を脅かしています。この問題は決してアフリカだけの問題ではありません。過激派組織が力を持つ地域では住民が避難を強いられ、学校や病院が破壊され、人道支援が届かなくなります。さらに過激派のネットワークが国境を越えて広がれば、欧米やアジアを含む他地域へのテロの脅威として跳ね返ってくる可能性もあります。だからこそイスラム国の問題を中東の過去のニュースとして片付けることはできないんです。ここでもう一度私が2025年に取材したイラク北部のモスルに戻ります。私がモスルを取材して強く感じたのは、ニュースの報道が消えた後も人々の人生は続いているということです。日本のニュースではイスラム国が壊滅した、
モスルが解放されたという大きな見出しだけが流れていきます。しかしその後の街で人々がどう暮らしているのか、破壊された建物の隣でどのように商売を再開しているのか、子供たちがどのように学校へ戻り、若者たちがどのように街を立て直そうとしているのか、家族をイスラム国に巻き込まれた人たちがどのように社会へ戻ろうとしているのか、そうした部分はなかなか報じられません。私たちは空爆、テロ、武装勢力との戦闘といった衝撃的な点の出来事に目を奪われがちです。もちろんそうした出来事を知ることは大切です。けれどもその点だけを見ているとイラクという国の実情を見誤ってしまいます。報道される点と点の間には報じられない膨大な日常があります。市場で働く人がいて、学校に通う子供がいて、家族と食卓を囲む人がいて、失ったものを抱えながらももう一度生活を立て直そうとする人たちがいます。2025年のイラク取材は私にとってその空白の時間を埋める旅でもありました。イスラム国の問題を考える時も同じです。イスラム国が壊滅したという一点だけを見れば問題は終わったように見えるかもしれません。しかしその後の街で何が起きているのか、残された人々がどのように生きているのか、そしてなぜ同じような過激派組織が別の地域で再び力を持ってしまうのか、そうした点と点の間にある日常とその背後にある構造を見なければ問題の本質は見えてきません。大切なのはテロや紛争のニュースだけでその国を理解したつもりにならないことです。軍事的に拠点を奪っても壊された社会が立て直されなければ同じような暴力は別の場所で繰り返されてしまう。だからこそニュースの点と点の間にある日常とその背後にある構造を見続けることが必要だと思います。今回の動画でお伝えしたかったのは、イスラム国という存在を単に怖い過激派組織として見るだけではこの問題の本質は見えてこないということです。なぜそのような組織が生まれたのか、なぜ壊滅したはずの勢力が別の地域で形を変えて広がっていくのか、そしてニュースで報じられなくなった後も現地の人々がどう生き続けているのか、その点と点の間にある日常や構造を見つめる視点をこれからもこのチャンネルでは大切にしていきます。大手メディアの報道だけでは見えてこない現地の声や世界の問題のつながりをこれからも分かりやすくお届けしていきます。今後も一緒に学び続けてくださる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の動画で紹介したモスルでの取材の詳細は過去のイラク取材シリーズでも公開しています。イスラム国に支配された街がその後どのように復興し、人々がどのように暮らしているのか、ニュースではなかなか伝わらないイラクの日常や人々の声を知るためにもぜひイラクで現地取材した動画も合わせてご覧ください。また私が運営するオンラインサロンシナジーでは YouTube では話しきれない海外取材の裏側や現地で見聞きした小さなエピソードもメンバー限定でシェアしています。過去には今回のイラク取材で案内役をしてくださり、イラクで20年以上支援活動を続けている高藤直子さんをお招きして現地の状況について学ぶ勉強会も開催しています。ハラカンタの YouTube を見て世界の問題をもう一歩踏み込んで学んでみたい方、ニュースだけでは見えない現地のリアルを知りたい方、私の海外取材や発信活動を応援したいと思ってくださる方はぜひシナジーに参加していただけたら嬉しいです。少しでも興味があれば概要欄のリンクからホームページをご覧ください。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。